んにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今日は、今年の5月に国旅行を一人旅してきまして、その際にですね、ヘルシンキのマリメッコのアウトレットで購入してきた生地を、今回使ってですね、ちょっと簡単な小物の方を紹介していきたいと思いますので、よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。こちらは2枚同じサイズで用意します。横の長さは24センチ、縦の長さは27センチになります。これはこのようにして使います。素材としてはちょっと厚みのあるシーチングという感じで用意いただければと思います。そしてファスナーですね。こちらコイルタイプのものを使用していきます。金具タイプのものでも大丈夫です。20センチのファスナーを1本準備します。そしてこちらお好みでご準備ください。ファスナーのこの開き口のところですね。こうやって紐を通して使うようにします。そして脇タブの方もお好みでご準備ください。長さは6センチ、幅は 1.5 センチから2センチぐらいのものを使用していきます。はい、そしたら2枚とも同じ作業を進めていきます。まず2つ折りにします。2つ折りにしたらここに折り目をつけましょう。折り目をつけたらまずどちらを前にするかというふうに決めてください。はい、じゃあこちらが前、こちらが後ろというふうにしてちょっとシールで分かりやすくしてみました。こちらの方視聴者様の方からアドバイスいただきました。ありがとうございます。そうしたら最初に後ろ側のパーツにファスナーをこのようにして重ねたら、この両脇のところを斜めに倒します。倒したらこの待ち針で留めてる部分を手縫いで留めておきます。この折った後はみ出た部分はカットしておきます。そしたら2つ折りにします。2つ折りにしたらここは縫わないんですけれども、仮で待ち針で留めておきます。そしたらファスナーの部分もここがずれないように待ち針で留めます。はい、そしたら端から 7mm を縫います。ここにアジャスターがありますので途中で動かして縫っていきます。マスキングテープを 7mm のところに貼っておきましょう。1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートします。この重なりのあるところは返し縫いをしておきます。では縫い終えたところで広げます。ファスナーを閉じて、このシールが貼ってある方がポーチの内側になるようになります。なのでこうやって倒したら縫い代をこのまま片側に倒してください。そしたらここの際を縫います。縫い代はこう倒したままの状態です。それでは針を右側にして際を縫います。そしたらアジャスターを動かします。縫い終えたところになります。こんな感じで縫い終えたら縫い代は片側に倒れている状態です。そうしたらこちらの前側のパーツの方もパタンと倒しましょう。倒したらひっくり返してこうやって開けるとファスナーの位置がわかるかなと思い
ます。そしたらファスナーを閉じて折り山に重ねます。こうやってシール貼っておくと向き間違えないので、ぜひこんな風にやってみてください。そしたら先ほどと同じようにして3点留めていきます。はい、じゃあこんな感じで留まったらこの余分な部分をカットしておきます。この3箇所留めてる仮留めは縫い代が 7mm で見えなくなりますので、それ以内に入るようにして留めるようにしてください。あんまり離れるとこの辺に見えてしまいます。そしたらそのままパタンと閉じましょう。先ほどと同じようにして縫っていきます。はい、こんな感じになっています。今ね、重なってますからね、こんな感じになっていて、この部分を 7mm で縫います。そしたらもう一度針を左側にします。今アジャスターこの5センチぐらいのところに来ています。そしたらアジャスターを動かします。ファスナーを縫うときは常に手前が平らな状態にして縫うようにしていくと綺麗に縫えていきます。はい、縫い終えたところです。そしたら先ほどと同じようにして際を縫んで一度表面の前側にしますね。はい、こんな感じにして縫い代は肩倒しにします。こうなってます。そしたらこの際を縫います。布の状態を確認してから進めてみてください。はい、こんな感じで縫い終えたところです。そしたら脇タブを挟みます。出来上がりをこうするとファスナーをこう開けるときにこうどうしてもこっち側を掴みますので、タブは今回はこの左側につけてみようと思います。仮留めなんですけど、ちょっとこれまだ長いので少し調整して長さを決めます。で重ねるのはこの縫い代がずれたこの厚みがずれる部分に重ねます。そしたらこの部分を仮留めします。押さえは普通の押さえに戻しておきます。はい、では縫い終えたところです。そうしたらこんな感じで重ねてシールが貼ってある同士、これ内側に入る方です。こちらは外側になります。で重ねてください。重ねたらファスナーを少し開けておきます。真ん中ぐらいまで開けておきましょう。真ん中ぐらいまで開けたらもうシールいいかなと思うので剥がしておきます。両脇をしっかりと合わせます。ここが結構ずれやすいので気をつけましょう。あとは周囲を留めていきます。はい、じゃあ周囲が止まったところでこちらが内側になります。なのでここ返し口でだいたい6センチから7センチぐらいで縫わないというふうにバッテンを書いておきましょう。
そしたら周囲をぐるっと縫います。周囲を縫うときはこの押さえの端を布端に合わせて縫うようにするとまっすぐ縫いやすくなりますので、今回このような感じで進めていきたいと思います。では返し口の開き口に針を刺したところです。返し縫いからスタートしていきます。この縫いずれが起きやすい部分は最初に手縫いで縫い留めておいてもいいかなと思います。やってない場合は目打ちでしっかりと押さえながらゆっくり進めていきましょう。ここ返し縫いします。で同じように反対側のこの脇のところもずれないようにしっかりと目打ちでしっかりと押さえて縫っていきます。でこんな感じで脇もしっかりとずれてないかを確認してから表に返していきます。この角の部分はしっかり折り目をつけておくといいですよ。折り目をつけたら少し中に入れます。入れたら目打ちで押し込みます。角は表になる部分だけこんな感じで出しておくといいですよ。最初に必ず角は出してから表にするようにしましょう。そうするとね、角すごく綺麗に出てきますので、そしたら表にしていきます。そうしたらですね、今度脇の部分、ここの部分を揃えたいので、もう一度返し口から手を入れていきます。こんな風にして返し口から手を入れて縫い代を開きます。開いたらそこでパタンと閉じましょう。こんな感じで平らになってきます。反対側も同じようにしておきます。これをやると仕上がりがまた綺麗に変わってきますので、ひと手間加えてあげてみてください。そうしたら返し口を閉じていきます。返し口は手縫いでこの字閉じでもいいですし、今回ミシンで閉じていきますので、この開き口のところに待ち針を留めておきます。これが目印になります。そしたらこの開き口から 5mm ほどずつですね、多めに縫います。このごわつきが気になる場合は、この底を縫う時の縫い代を1センチに書いてあげてください。はい、これで完成になります。そしたら最後に革紐を通していきます。これはあってもなくてもいいんですけれども、なんかちょっと素材の違うものを加えるといいかなと思って、今回使ってみようと思います。この紐の結び方は他の動画でも紹介しているので、そちらの方も見てみてください。はい、いかがだったでしょうか。これで完成になります。最後ね、こういう風に革紐をつけてみました。ちょっとこういう風にね、引き手があると少しね便利かなと思います。で、内側は際のステッチを入れてないんですけれども、こういう風になんかちょっと物を入れていけば沈んでいくので、そんなに引っかかるような感じの要素はないので、ちょっと表のこの角の部分が綺麗に仕上がる方を優先にしたデザインになっています。よかったら参考に作ってみてください。今回の生地は、5月にね、北欧で一人旅をしてきたんですけれども、その時にヘルシンキにあるマリメッコのアウトレットではぎれのカゴの中から見つけてきた、こちらの生地になります。デザインとしてはレンガの生地になっているそうです。
でなかなかマリメッコの生地もお高いので、歯切れとかで少しお安くなってるものを、購入してきたんですけれども、ちょっとどんな風な形にしようかなと迷って、今回はこちらのファスナーポーチの方を紹介させていただきました。リバーシブルっていうんですかね、前後で楽しめるようにしてみました。同じようにしてこちらの生地ですね、こちらの生地は試作なんですけれども、レンガ色の生地でも作ってみました。キットの方も販売予定がありますので、よかったらオンラインショップの方もチェックしていただけると嬉しいです。こういう風にちょっとお道具を入れてもいいかなと思います。でこの表布と内布が同時にできる作り方なんですけれども、巾着でも同じように作れる方法を紹介していますので、よかったらそちらの動画の方もチェックしていただけると嬉しいです。動画が気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。